はい、こんにちは。山下夏実です。6月14日日曜日。今日は平塚海岸でスキムボード、サーフィン両方楽しんできました。波高が少し前日に比べると数字上上がってはいたんですが、朝からやや風面の影響でなかなか難しい波質だったんじゃないかなと思います。確かに波はそれなりにあったんですが、それに見合う形がちょっと来てなかったかなっていう印象はありましたね。朝一あと潮が高いっていうのも相まって、前日土曜日の良かった時間よりこの時間まで潮が少し高かったんで、それも相まってちょっと難しかったかなっていう感じです。ただ相変わらずフロントサイド気味な波は来てたので、そこを狙っていきながら練習してる感じです。ただし前日より、先ほど言った通りちょっと形があまり良くはなかったので、入ってくる角度であったりとか、その取らなきゃいけない角度っていうのが難しめではあったかなっていう気がする。読みづらさがあったかなと思います。特に手前に1枚ギャップであったりとかあったから、そこを越えてから合わすのか、これとか今越えてから合わせてラップ側バックサイド行きましたけど、過ぎてから合わすのかっていう見極めも必要だったね。でその手前のギャップの影響で結構波が狙ってる波質が変わったりっていうのもあったので、そこの合わせ、これとかは特に刺さっちゃいましたけど、位置が変わることがあったから、ベストポジションのそれを読むのが難しかったね。一番賢いのはこうやって後ろから追いかけていくパターン。これ最後3ショービットミスっちゃったけど、こういう合わせ方が一番なんとかその対策できる術として、これが一番良かったっていうのはあるかな、この狙い方。前日とは違った感じでどう対応するかって感じでしたね。これとかも悪くない合わせ方だね。こういう合わせ方がすごい重要。これ先消えちゃったけど、先の波がなかったけど、いい狙い方。これはスプレー狙いかな。悪くない。さあうまいね、この合わせ方も。ナイスライディング。これもいい感じだね、このライナーも。最後スピナーまで。これはライナースピナー。いいね。ナイスライトだね、今のも。これちょっと難しいラインだけどうまく合わせた。ナイスライナー。これベストだろうか、ちょっと悩むけど、今日なかなかこれだっていうベストライドがなかったんですけど、このラップもいい感じ。これぐらいのライディングレベルを、ちょこちょこ出せてたんじゃないかなっていう感じですね。この辺りが一番乗れてたかなとは思いますね、自分も。難しいながらなんとかっていう感じ。このフロント良さそう。ただ刺さっちゃうな、惜しい。
これは前出れるか。出れましたね。少しバック押しで波が跳ね上がってましたね。よく乗れたと思います今の。これはスープでバックサイドライナー一気に前出ようとしたけどパワーがなさすぎてうまくもらえなかった感じだね。これはライナー側スムーズだね。いいライディング。ギャップ1枚越えてワンアクションフロントビッグ。リッピングからハーフスピンかな今の。さあうまいですねこれ。ややフローター気味に波の上乗りながら最後オーリー気味に降りていく。こっからね少しピーク動いてサーフィンしていった時間かな。先ほどの、スキムがやや難しい感じだったので人が増える前にサーフィン狙っていこうっていう感じで起き出た時間かな。なかなかパワーもらえなかったっすね今日も。ただ形は良さそうだったから乗れればほんといい波だったんでね。このパワーないなりに僕とかは少しインサイドで待ってたけど上手い人とかは少しだけ自分よりアウトで待ちながら狙ってたかな。いいですねこのライディングも。最後スピナーか。ナイスライド。これはいいポジションっぽい。テイクオフいいですね。この素早いテイクオフ180。これはここで終わっちゃうかな。でもいいライディングでしたね。これはグーフィーきましたね。ただ最初レギュラー側に少しアプローチしたからその分置いてかれちゃったかな感はあるね。もうちょいうまいラインでテイクオフする必要あったかな。もう少し早めに今のはグーフィー側だって気づいてたらもうちょい乗れてたかもね。これはちょっとブレイク早いか。レギュラー側狙ったけど、この辺りなかなかもう乗りづらかったね。人が増えてきちゃってたので僕の狙ってたピークにもともと人はやや多めではあったけど、人数に対しての波風がちょっと少なかったっていうのもあるかなと思うんだけど、かなり難しかったので最終的には、ここでスキムまた狙っていく感じでしたね。ただもうある程度潮が引いてきた影響で狙える波がかなり限られてたっていうのはあるんですが、インサイド引きつけてこのラップラインが少し狙えてたので、それを狙っていきながらっていう感じです。逆に言えばこのラインしか残ってなかったって言っても過言ではないぐらいでしたね。たまに先ほどまでのフロントとかも来てたんだけど基本はこのラインがメインというかこれを狙うしかないような条件ではあったかもしれない。ある意味、一気にそのさっきまでのパワーはなくなりインサイド小波系の波に近くなっちゃったかなっていう感じがする。あとはこの2段になることであったりとか手前に必ず1枚邪魔になる波、これとかもここで1枚超えなきゃいけないみたいなね。そういう手前の1枚波がある影響で自分が狙ってる波が予想してたより変わってしまうっていうことが、多かったというか、そういう風になるっていうのを読んだ上で合わせる必要があったっていう感じだと思います。
そこまである程度読んだ上でこのラップラインであったりとか今のライナーであったりとかそのラインを探しながらうまく合わせていくっていう感じでしたね。ただどんどん塩も引いてたからねかなり難易度は高かったかな。この辺はしっかり左右を取りつつ練習をしていってた感じかな。コナミ対策というかこういうちょっと風面チックで一番難しい感じですね。コナミ風面っていう、そういう条件での練習をしつつ、大会対策をしていくって感じでしたね。ただなんやかんや言ってうまく探せたら乗れるっていうのはあったから何もできないようなものすごい悪い波っていうわけではなかったのでこういうラップラインとかは結構安定して狙える感じではあったので場所さえ間違えなければこれとかもフロントラップラインだしね、こういうのを探しながらやっていくっていう意味では結構最後の方はいい練習できたかなっていう風に思います。今日はこの感じで、風面朝から風面でしたね。で予想とちょっとね前日とは違った感じで予想してた波とは全然また違った波質にはなったんですが、いい練習ができたんじゃないかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。